皆さんこんにちは。お元気でしょうか。はい。今日はですね、ニュースから、日本語や日本文化について学んでいこうというエピソードになります。はい。今日のトピックはですね、最近、日本で話題になっているシニア向け住宅についてになります。はい。日本ではね今、少子高齢化という問題がありまして、少子というのは子供が少なくなっている。最近はね、出生率は年々下がっていてかなり大変な状況なんですけれども、それと、同時に、高齢化の問題もあります。65歳以上の高齢者の数が年々増えているという問題ですね。少子高齢化、何が問題になっていくかというと、簡単に説明しますと、やっぱり高齢の方が増えるという状況は、働くこともできません。そして病気とかね、介護とか必要になっていく。でも若い方がいないので、もうね、働き終わって引退した方を支える人もいないという状況になっていて、医療費の問題とか、生活費の問題とか、いろいろありまして、ちょっとバランスが悪くなっているというのがこの少子高齢化の問題になっております。はい。私の両親もね、もう65歳超えているので、高齢者になるんですけれども、まだまだ働いていてね、もうできればね、休ませてあげたいという気持ちはありますけれども、なかなか今の日本では、難しい。体が元気なのでね、で、本人たちもね、働くのが好きみたいな部分もあるので、いいとは思うんですけれども、もうそういう人じゃなくても働くのをやめたい、休みたいって思っていてもなかなか休めないっていう人もいるっていうのが現状であります。はい。ただですね、最近はですね、こういった高齢者問題、高齢化問題ですね。高齢化問題のために、その高齢者向けの住宅というのが、注目されています。はい。ちょっと今日はそれについて紹介したいと思います。はい。現在ですね、日本では65歳以上の高齢者の数が2025年には3657万人となって、予想として2042年には3878万人に上ると、予想されています。また、75歳以上の高齢者の全人口に占める割合も増加しており、2055年には、75歳以上の高齢者が、全人口の 25% を超える見込みです。はい。という結果があります。2055年、あと30年後には、75歳以上の高齢者が全人口の 25%、かなりこれは多いですね。はい。すごく深刻な問題ではあります。なのでね、いろいろな問題があるんですけれども、施設とか住まいの不足が今後、結構深刻化するんではないかと恐れられていて、早急に高齢者の方が安心して暮らせる環境を整える必要があるっていうのが今の日本の課題です。はい。ということですね。ただね、このね、最近ね、その高齢者向けレジデンスっていうのが増えていて、最近昔だとね、その2世帯住宅とか3世帯住宅っていうのが、一般的に存在していて、今もね、結構、東京とかの都会だと、かなり部屋が狭くなったり、働くのに忙しい人たちも多いので、こういった2世帯住宅っていうのは、少ないんですけど、田舎の方とかだと、両親と一緒に住んでいるとか、ね、おじいちゃんおばあちゃんと一緒に住んでるっていう住宅も多くて、家族の中で、ケアをしていくっていう住宅があったんですけど、最近では夫婦のみの世帯の割合が急増している。なので、どういうことかというと、65歳以上の高齢者の方が、一人あるいは夫婦で、暮らしているという住宅の方が増えているということですね。はい。そして、高齢者の方の今の、悩み、不安っていうのは、やっぱり健康
介護、あとは、シニアを狙う凶悪犯罪者の増加。詐欺もありますし、強盗とか、そういうね、お年寄りを狙った犯罪も増えています。あとは古くなった自宅の手入れとか、そういったものに不安を覚える。確かにうちのおじいちゃん家もすごく田舎で結構大きい家だったんですけど、もう一人で掃除するだけで一苦労だし、庭とかもあって庭の手入れも一人じゃできないっつって、結構大変だったなと、覚えております。そういうのね。はい。なので、生涯住宅で、生涯自宅で生涯自宅でずっと、過ごしていたいと考えていた高齢者の方がね、シニア向けのレジデンスに、シニア向け住宅に住み替えるというのが事例が増えているということですね。はい。確かにね、最近ね、就活という言葉がかなり日本で聞こえるようになっていて、これはやっぱり高齢者の方が増えているっていう、問題から始まって、やっぱり自分がどうやって人生を終えるのか、どこで、どのように、誰と、ね、その人生を終えるのかっていう就活ですね。はい。が、注目されておりますね。はい。で、今ですね、日本ってどのような、シニア向けの住宅があるかというとですね、一つ目はですね、サービス付き高齢者向け住宅というものが存在しております。サービス付き高齢者向け住宅。なので、サービスがついているっていうのはどういうものかというと、状況の把握、元気ですかとか、何か問題ありませんか、あとは生活相談サービスが受けられる。そしてバリアフリー対応の賃貸住宅だそうですね、これは。はい。60歳以上が、から、入居できる。バリアフリー対応の、賃貸住宅。これね、サービス付き高齢者向け住宅っていうのを略して、左高住と呼ばれているらしいですね。これちょっと知らなかったですね。左高住っていうのが最近注目されているようですね。はい。なので何かあった時にすぐに誰かが駆けつけてくれるとか、日々のね、健康状態とかを、チェックしてくれるっていうのが今のこの左高住と言われる住宅です。はい。で、次はですね、住宅型有料老人ホーム。住宅型有料老人ホーム。これはですね、何のケアもいらない元気な高齢者の方から少し支援がいる、介護がいる、要支援要介護の高齢者を対象とした老人ホームになります。何がさっきの違うかというとですね、やっぱ介護とかケアをしてくれる方が、いて、生活支援サービスとか、あと体操とか、レクリエーションイベントなどが頻繁に催されるのも特徴です。なので一人で住んでるわけじゃないんですね。これは複数の方が住んでいるっていうのが、こちらの、住宅型有料老人ホーム。あともう一つ、あるのが、介護付き有料老人ホーム。これは一般的にね、よく言われる、高齢者の介護が必要な方が住む場所ですね。はい。で、今回注目なのが、このシニア向け分譲マンションっていうのが今ね、注目されていて、はい。何が違うかというと、ここに入居している方のほとんどは、自立している方。なので、介護とか、そういったものが、支援がほぼいらない高齢者の方。はい。なんですけれども、このマンションの中には、食事のサービスとか、あとは温泉があるところ、プールやジム、あとスポーツ施設とか、いろいろなね、共用スペースがあった、その施設がかなり充実している。で、医療も24時間体制を整える。24時間ね、その病院に多分ね、併設してるんですよね。そのマンションの中に、病院とかそういったものが入ってる、クリニックが入っているマンションでございます。
はい。なので一番最初に紹介したサービス付け高齢者向け住宅、サ高住よりもかなりこう、コミュニティ的な、なんかものが強い、はい、ものでございますね。はい。このシニア向け分譲マンションがかなり今注目されております。はい。まあ、以前はね、その70代ぐらいで、その、シニア向けの住宅を探す。まあ、ちょっと介護が必要になったら、私はここの老人ホームに入りたいとか考える方が70代の方が多かったんですけれども、今はですね、その、社会でバリバリ働いている50代から住み替えを検討して物件を探しに行く人も珍しくない。はい。就活ですね。はい。早め早めに、そういった自分のその環境を整える人が増えている。とのことですね。はい。で、このね、さっき最後に説明したシニア向け分譲マンションについて面白いニュースがあったので、ちょっとこれを紹介したいと思います。テレビ朝日のニュースで見つけた記事なんですけれども、タイトルがですね、ここで死にたい。年金で暮らせるシニア向けマンション。豊富なアクティビティも。はい。ここで死にたい。年金で暮らせる。いいですね。はい。まあ、どんな場所かというと、ここで紹介されているのは横浜市の、シニア向けマンションですね。で、現在500人の方が住んでいる築37年のマンション。はい。で、1LDK で59平米。で、1450万で購入したっていう方がいますね。1LDK で59平米、一人暮らし。75歳ですね。で、1450万。いいですよね。はい。で、その中にはですね、ビリヤード場があり、あとは、食堂があり、そして病院が併設されている、そして ATM や売店、まあコンビニみたいなものですね。売店、あとは、麻雀とか、そして葬式が行える部屋も併設されているっていうね、すべてがこのマンションに入っているという設備になります。すごいね。このビリヤードをしてるの楽しそうみたいな。はい。他の住んでる方々もなんか90歳とか88歳とかですね。はい。で、この家を買ったのは1450万円なんですけど、毎月7万円を払うことで、このシステム、まあ、食堂とかね、すべてを無料で使用することができるというサービスですね。いいよね。7万円だったら多分毎月ね、高齢者の方に支給される年金から賄えるっていうのが魅力ですね。はい。で、ここのね、ニュースで紹介されている75歳の、女性は、一人になった後に、自分の家を売って、その資金で今のこのシニア向け住宅のマンションを購入したっていうことですね。いや、いいよね。ご飯も美味しそう。あとはですね、もう少し、ちょっと郊外の方に行きますと、例えば熱海とかの温泉地ですと、温泉付きのシニア向けマンションもあります。はい。いいね。で、この、熱海の施設だと、温泉ありで、太極拳クラブみたいなものもあって、いいね。なんか体操したりとかもできるスペースがあって、ご飯もついている。素晴らしいですね。はい。温泉いいな。はい。このようなね、今施設が注目されているようです。はい。で、もう一つ紹介されているのが、千葉市の稲毛というところにあるシニア向けマンションは、東京ドーム。まあ、東京ドームっていうのは東京にある、まあ、ドームですね。めちゃめちゃ大きいドームです。が3個分ほどの敷地に7棟のマンション
7つのマンションがバンバンバンってあって、900人以上が住む日本最大級のシニア向けマンションが存在している。で、100種類以上のアクティビティが楽しめると。で、入居条件は50歳以上から。なんかね、このニュースを見てると、ゴルフをしたりとか、麻雀をしたり、ジムで運動したり、あとは書道教室があったりとかして、なんか利用料を払う、毎月の利用料を払うことで、これをすべて利用できるらしいんですね。で、かなりね、お値段もお手頃で、はい。一人で住んだりとか、夫婦で二人で住むっていうのも、全然問題ない広さですね。はい。こんな感じですね。どうですかね。皆さんの国ではどういう状況ですかね。やっぱり高齢化っていうのが進んでいる国と、これからちょっと進んでいくんじゃないかっていう国とね、いろいろあると思うんですよね。結構もう少子化っていうのはね、どの国もね、避けられない、現状であるようでして、そうですね。まだね、今私たちの国は少子化は進んでないよっていう国もですね、今後多分少子化の波がやってくるっていうのが今の、世界の現状でして、高齢者が増えていくっていうのもある。やっぱりね、私もね、やっぱ両親が今もう高齢者なんですけど、やっぱ心配っていうのは、やっぱり親に何かあったら自分がケアできるのか、面倒を見ることができるのか、サポートできるのかっていうのはやっぱり不安で、やっぱり仕事もしてますし、住む場所も違いますし、やっぱり、でも両親は心配と。でも私には私の人生があるし、みたいな。なんか毎日24時間介護することはなかなか難しいみたいな、そういうのが結構問題でして、で何か問題があった後、例えば、認知症になってしまったとか病気になってしまった後だと、そういった施設に入るのが結構難しくなるんですよね。要介護が必要な施設っていうのは価格もかなり高くなりますし、なんか急にサポートが必要ってなってもわからないっていう状況。ね、手遅れになってしまうとか、そういった場合もあるので、やっぱり早め早めにね、こういう健康なうちにね、こういうシニア向けの住宅に引っ越して、私たちが、子供たちがね、私のような子供が、毎日ケアできない状況がある場合に、プロの人とかそういった施設でケアしていただけるとかなり助かるなと私も思っております。もちろん自分の両親なのでね、ずっと一緒にいたい気持ちはありますけれども、やっぱね、例えば今私フランスにいますしね、無理じゃねっていうね部分もあるのでね、はい、これはかなり高齢者の方にもそうですし、今を生きる若者たちにとっても両親のこととかおじいちゃんおばあちゃんたちのことを考えるとかなり、いい施設なんじゃないかなと思っております。だしね、なんかすごくね、このニュースを見てるとね、そこに住んでいる方たちすごく楽しそうで、やっぱなんか仕事をリタイアした後のなんか次の人生みたいなものね、もう楽しめるっていうのはかなり魅力的かなと思っております。こういう施設どんどん増えてほしいなと思いますね。はい。他にもね、いろいろやっぱりこういった高齢化問題にはまだまだ問題があって、シンプルにね、介護を担う、ヘルパーさんとかの数が足りていない。で、今海外からね、日本でそのヘルパーとして働く方も増えていて、すごく助かっておりますね。やっぱり介護をするってすごく大変で、24時間とかも必要なので、なのにまだちょっと給料もそんなに高くないっていうのが現状でね。そういったシステム的な部分も改善していけたらいいなと私は思っております。はい。皆さんの国はいかがでしょうか。はい。ということで、今日はね、日本のシニア向け住宅についてでした。
はい、今日話した話、またウェブサイト間違えた、トランスクリプトを作りますので、私のウェブサイトをチェックしてみてください。かなりね今回は難しい話だったので、ぜひ、YouTube に動画があります。その中には字幕もついてるので、ぜひ、チェックしてみてくださいね。はい、あと私の YouTube と Instagram のフォローもお願いいたします。そしてサニーサイドジャパニーズ、グループクラスですね、こちらの学生も募集しております。日本語コミュニティになっておりまして、学習仲間が欲しいとか、その会話以外にもいろいろアクティビティがありますので、ちょっと興味ある方ぜひチェックしてみてください。はい。で、私のプライベートレッスンの、募集も始まりました。はい、好きな時間に予約してくださいっていう感じなんですけど、個人的にはまずは私のプライベートレッスンを受けてみて、でやっぱりプライベートレッスンよりも私はグループクラスの方が会話力が良くなると思いますね。もっと自然な環境なのでね、ずっと同じ人とレッスンするよりも違う人とレッスンしたり、複数人でねお話ししたり意見交換した方が会話力が伸びると思います。ただね、グループクラスはちょっと心配だとか、ちょっと緊張するとかねあると思うので、そういった方はプライベートレッスンから始めてみて、慣れたらグループレッスンに挑戦するっていうのもありかなと思ってますので、ぜひ好きなように、はい、サービスをお使いください。はい。あとは何でしたっけな。サニーサイドジャパニーズのポッドキャストもありますので、 YouTube、Apple Podcast、そして Spotify で、ポッドキャスト聞けますので、ぜひ聞いてみてください。あと Patreon、 こちらのメンバーも募集しております。ぜひお待ちしております。追加コンテンツが見れます。はい、以上かな。こういうねニュースのお話をねどんどんしていきたいんですけどね、頑張ります。はいみんなもね、もし、聞いてくれたらぜひいいねボタンとかチャンネル登録とか忘れないようにしてくださいね。はい、私の励みになりますので。はい、ってことでまた次回、さよなら。